今日はドラムが主役の打楽器音楽を作る3種類のスタイルを解説していくよ。大半の楽器がドラムで構成されていて、メロディーが存在しない音楽のことだね。ダンスミュージックではこの手の音楽が多い。ジャングル、テックハウス、ミニマルテクノ、それと民族音楽でも多いタイプだね。日本の和太鼓も太鼓だけで演奏されやすい。まあダンスミュージックや民族音楽は他の動画で紹介解説しているから。それ以外でドラムが主役になるスタイル、今日はそれをテーマにしてみたよ。今日解説するスタイルはドラミング、パーカッシブ、タムス。まずはこのスタイルがどんな曲を作るか、インストとボーカル曲で聴いてみようか。3種類の打楽器音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ドラミングは不規則な高速ドラムの効果、ドラムソロっぽいノリになるかな。逆にパーカッシブは規則的な高速ドラム、合奏風でリズムが単調になりやすいね。それとパーカッシブはいろいろな打楽器音が鳴る。それは基本的には魅力的な効果だけど、木琴とかのメロディーのある打楽器も鳴るよ。だからメロディーを消す効果は弱いね。タムスは他の2つのスタイルほどドラムを高速にする効果はないよ。ドラムを強調したいけど高速にしたくない、そんな時に使えるスタイルと言えるかな。この3種類のスタイルはどれもドラムを強調してメロディーを消す効果がある。弱く入れるとドラムが強調されて、強く入れるとメロディーが消えていく感じかな。それじゃ次はこの3種類のスタイルを他の曲と混ぜた時の曲調を聞いてみよう。混ぜるスタイルはダウンテンポ、尺八、グラインドコアにしたよ。
叩こう強く何度でも心のリズムを響かせる叩こう未来が待ってるその手で世界を変えよう3種類の打楽器音楽のスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。ボーカルプラスドラムのみの曲を作ろうとしてスタイルを強めに入れたけど、スノではボーカルプラスドラムのみってかなり不安定な状態として扱われるっぽい。まあメロディーがないのにボーカルとなるスノさんの心境もわからなくはない。ボーカルプラスドラムのみの曲を作ろうとすると曲調がかなり不安定な感じになるから、ボーカル曲には弱めにスタイルを入れて軽くドラムを強調するのが無難な使い方かな。ドラムのみの曲を作りたいのであればインストで作った方が無難だと思うよ。それじゃまたね。